にここに行って何をするとかいうのを細かい詳細を聞いてないんで、自分もすごい新鮮な感覚でもう楽しみでしかない。不安はそんなにないです。もう楽しみです。はい、ちょっとだけ緊張します。いや、なんか多分っていうか新しい人にいっぱい出会うんで、そこでいろいろ話したりしていろんな人とつながれたらいいなと思って。じゃあご飯食べに行こうか。昨日は寝れましたか？昨日めっちゃは寝れてる。あ、めっちゃ寝れてない。エネズムのリハが10時まで。ああエネイズムなんか言ってた？特に頑張ってって。ああ今の気持ちは？楽しみです。楽しみ。はい、ありがとうございます。めっちゃ幸せ。嫌いな食べるの？あんまないの。強いて言うならパプリカに。あとカリフラワーも出てきた。好きなダンサーは誰？好きなダンサー。のり先生。どういうとこが？なんか全部がすごい。ウリは好き？好きです。けど入るの浅いところだけ。出てきた？気つるつるで。読めないで。やばいです。緊張する。めっちゃ緊張する。書いてもらっていい？名前書いて。はい。内容を書いてみますか。
こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。ようこそ沖縄へ。こんにちは。私は西村彩乃と言います。お願いします。よろしくお願いします。ノアです。お願いします。可愛い名前だね。普段は何されてるんですか？普段はフリースタイルジャズっていうダンスなんですけれども、コンテンポラリーとかそっち系のダンスで。じゃあ普段はそういうダンスのパフォーマンスを舞台とかでやっていると。ちなみにいくつからダンスをしてるんですか？私は5歳からこのダンスをするきっかけは何だったのかきっかけはお姉ちゃんがやってて私も、それでちょっとやりたいなって急に思って始めました。じゃあせっかく沖縄に来たということなので体験していただきたいと思います。はい。じゃあブレの稽古するときはもう礼で始まって礼で終わるという形なので、沖縄、普段はね標準語喋ってるんですけれども、沖縄の方言で内縄口、内縄っていうのは沖縄なんだけども、内縄口をもうやっぱりもうなくなりそうなことがあって、普段からなんか使っていこうという形で、私たちもお稽古始まりと、お稽古終わりはこの方言で話して挨拶するようにしてます。はい。で、今日のお稽古始めます。よろしくお願いしますっていう流れがあるんですけど、今日は中ぬと言います。中ぬ。稽古はチークで始めますが、始まいびん。そうそう。だから続けて言うと、せーの。中ぬちく始まいびんって言います。今日初めてだからね。そんな感じで、そしてよろしくお願いしますが、ゆたさるぐつうにげさびらっていうのがよろしくお願いしますっていう感じでご挨拶をしております。で、始めるときご挨拶三角を作ります。で、お膝の前に1個拳開けるぐらいで、この三角に、鼻が入るイメージで、中ぬちく始まいびん、ゆたさるぐつうにげさびらの時にご挨拶をする感じです。この時に首がポキッと折れるんじゃなくて、背中ともう首がね、もう一緒に出てこうやって降りる感じ。そう。そんな感じでご挨拶をします。では行きますよ。じゃあみんな一緒にね。せーの。中ぬちく始まいびん。ゆたさるぐつ、うにげさびら。足崩していいかな。ありがとうございます。面白い。お稽古をする一番最初に踊る演目があります。かぎやり風と書くんですけど、発音するときはまた違っていて、カジャディ風という踊りがあります。それは結婚式とかお祝いの席の時に踊られる踊りになってます。で、お客様がいらした時ももう歓迎の意味で踊ることがありますので、今日はありがとうございますっていう気持ちで、会えることができて嬉しいですっていう気持ちで踊ります。はい。なので見ていただいてください。
その流歌は30文字でできていて、8886っていうこの並びがあって、386で8が3つ386っていうことを言うんだけども、30文字でその沖縄の歌が歌われている。だからその30文字に思いを込めて昔の人は、作曲というか、ね、そういうことを書いて、で曲に合わせてこう歌っているっていう形が沖縄の音楽になってます。で基本大体もうこう「あ」とか「う」とかって続いてて何を言ってるかなで歌えても今どこの「あ」だったかなっていう感じもあるんだけども、そういう感じで30文字に思いが託されてるっていう感じになってます。内容的には今日の喜びは何に例えられるかな。つぼみがこうね、つぼんでいる花が朝梅雨が降りてくるでしょ。梅雨を受けてパッと咲いた、もう本当に誇らしく嬉しい気持ちですっていう風に歌われていて、もう本当にお祝いの席とかには必ず踊られる踊りになってます。で次踊る踊り、ぬぐいくずちっていうんだけれども、沖縄から江戸に向かって、沖縄からも船に乗って、鹿児島まで行く道中の道の、風景だったり気持ちだったりを表現した踊りになってます。センスが基本さっきの風流風はもう本当にセンス前の基礎が入っていて、それを応用した感じで次のぬぐいこ土地があるので、そのぬぐいこ土地は、沖縄の竜部にも試験があって、14歳ちょうど正樹とオレンジの着てる夢やが14歳中2の時に受験できるコンクールっていうのがあって、その新人賞の課題曲になってます。だからこのぐらいからどんどん積み上げてきて、14歳になって初めてその新人賞が受けられてて、だけどもうこの14歳の時に徹底的にもう基礎が本当に何ていうかな、基礎の稽古が入るって形になってます。
男性の舞踊になります。せっかく来ていただいたので体験をしていただきたいので、ダンスとね違いはもうだいぶあるかもしれないんですけど、舞踊のね基礎をちょっと教えたいなって感じで、鏡に向かっていただいて、気をつけだと足を揃えて立つと思うんですけど、舞踊の場合は少し拳1個分開く感じの、スタイルが基本の立ちになりますね。そして、2枚の板に足をはめてもらって、今これまっすぐでいいので、この中心、そうですね、これを前に向かって歩くイメージで、足の内側を仲良し小良ししてね進むんですけど、その進むこの一歩分が拳1個分、こっちがね、そうぐらいが基本の歩みになってます。歩くことを歩みって言うんですけど、これを進んでいきます。で、竜舞の場合ちょっと見てて感じたかあるんですけど、少し前かがみにここにね腰にちょっとパンツのこのねあたりにこうちょっと入る感じ、ちょっとそうここ入る感じの姿勢で、こういう感じねが竜舞の歩き方になります。で、この時こうなりそうだからここをね上げて、そうこれが基本の姿勢になります。で、この状態でまっすぐに歩いていくんですけど、足も意識しつつ、姿勢もね意識しつつ、ちょっと向こうに進んでみたいと思います。じゃあちょっと腰ここ入れて、腰入れるんですけど、はい、それから右足1、そうで足中内側沿って2、そうでぐるっと回ってみましょう。元来た道を戻ってみましょう。1、2、そして1、今だいぶ綺麗に歩いてます。やっぱ体幹しっかりしてるから。あとは床からちょっとなんかね浮きがちな感じがするので、床をもうする感じで、最後にピッと上げるのもあるので、今はピッと上げるというよりかはもう内側をするのと、床からあんまり離さない、ずっと床にくっついてるイメージで、このゆっくりな曲でやっぱり体幹とかその基礎的なものを学ばないと、また速い曲もなんていうかな、速い曲の方が応用編で、だからこれを徹底的に最初は稽古します。だからカナディ風は一番最初に踊ったセンスの踊りは本当にゆったりとしてるから、それがもうベースになっていい曲。どこが今なんかつけるとかで腰筋、意外とそう背筋とね、そう、結構ねこれ腰、この太ももとかが結構ね使ったりします。で、ちょっとね今そのまま見ててね、まっすぐ進んで前進した後に右回ったり左回ったりすることがあるんですけど、右回るときは必ず右足から回って左足仲良し小良しして吸って、この左足を内側に入れて後ろに向くで歩きます。で、また右回るときは右足左足気をつけ、この時に必ずこの姿勢になるっていう動きがあるので、それやってみたいと思います。じゃあ前に6歩ぐらい進むのかな、右足からね、せーの、1、じゃあ次の右足で右に向けてみます。はい、右に向けた。そう、仲良し小良しして右足を通り越えていいです。はい、でかかとを意識して、そう足を越えて基本この足の運びはこういった形になります。で、今日はセンス前がもう基本って言ってたので、センスの持ち方をちょっと体験してもらいます。なんか見た目めっちゃ簡単そうやなとか思ったけど、沖縄の踊り初めてです。見たことある？竜舞自体なんか YouTube で。YouTube で。じゃあこれ基本センス、開けるところからいきましょうか。はい、右手で持っていただいて、右手は上からかぶせてね、で左手をこう下に添えて、上の一本を押し置く。で、これを前に出す感じで出していきましょう。そう。
そうです。そしてこれ今左手下に添えているので、ここの部分を要と言います。扇子のもう中央になる要。この要を隠す感じで上からかぶせて、このお父さん親指をここに持ってくる。でこの4本の指で後ろを隠す形で、袖の腕のね下のところにここの金の、これがくる感じ。着物だとこんな感じね。になります。これが基本の扇子の持ち方で、もう少しこれでね、もうちょっとかぶせます。これが扇子の持ち方で、左手袖があるので袖を掴んで、お父さん親指をこんな感じでね、でこうやって構えます。これが基本の、構えになってます。せっかくだからちょっとカジャリ風の一番をちょっと体験してもらいますね。立ちました。この時足幅、この足幅はね、肩の幅と同じ大きさになります。右足を内側に絞ります。かかとはそのまま内側に絞って、その扇子をちょっと立てますね。立ててお腹の前でストップする。でその時に腰をちょっと少し曲げる。で左足を右足の後ろに持っていきます。だから体は横になります。扇子は顔の頬の外ね。で手を下ろしながら体をゆっくり前に向いていって、右足を引きます。でこの時に構えの状態で、前に、5歩歩きます。右足から1、5。そしたら左足出して、ちょっとねつま先を斜めに角度を向けて、ここに体重乗せます。乗せて、そしたら右足がスーッと前に出ると思う。前に出しました。で体重右足に乗せていって、左足のつま先でかかとにくっつける。そうです。そして右手下ろす、ももの毛、かかとくっつけて下下ろして大丈夫。で右に開いて手を下ろす。こっちまでもう一回いきましょうね。5。左足出したらつま先斜めに持っていて重心乗せて、右足出す。つく。手を下ろして、かかとも下ろして大丈夫。右に開いて。でこの時にここが離れないようにずっとこうくっついて、で先が立ってるので、もうちょっとねこう寝かして大丈夫。右に開いて下ろす。これが一番です。どう？覚えない。今日はね覚えなくてよくって、もうこういうなんか体の使いだったり、扇子を普段触らないと思うので、扇子の扱い方だったりとか、こういうことをなんかね感じてもらえたらいいかな。ルールとかあるんですか？踊って頭を動かさない。ある。もうずっとここ姿勢は保ったのがやっぱここに意識してるかな。お腹に膝もずっと曲げてます。ずっと曲げてる。で重心移動を結構集中してる、意識してるかな。立ってるね。もう少し奥大丈夫。左足後ろ横向きました。右手を下ろして正面向きながら右足引きます。開いて下ろす。これが一番これをちょっともう急だけども曲に合わせてみようかなね。やりましょう。かわいい。お姉ちゃん覚えた？覚えてない。一番頑張ったよ。そうしようか。構えて。足を押さえながらスタート。右足から。あと2歩歩いたら右足から前
音に合わせてるんです。それとも1、2っていう感覚もそうなんだけど、リズムとね、あとでも歌詞も聞かないといけなくって、どのタイミングで回るっていうこともやっぱりあるから、リズムは取りやすいかもしれないんだけど、歌のどこでどうするっていうやっぱり決まり事もあって、今日はちょっとの時間でしたけども、みんなじゃあ輪っかになりましょうか。はい、ありがとうございます。ねえ、どうね、ちょっと会えてよかったね、みんなね。終わりも挨拶で終わるんですけど、今日のお稽古終わります。はい、ではせーの。中日区うわいびん一平二平で見た。実は先生たちと事前に撮影させてくださいとかアポを取って撮影させてもらってるんだけど、楽曲を提供してくれる人を先生が探してくれてた。でその楽曲提供してくれてる方が今公演でアメリカに行ってるらしくて、でね、今朝の4時らしいんだけど、ズームでちょっと会話できるっつってんの。ちょっとつないで喋ってみるか。おはよう。本当にありがとうございます。はい、池間北斗と申しまして、琉球奏曲家として活動をしています。主に沖縄県内で音楽活動をしているんですけども、基本的には古典音楽を軸に、いろんな企画、それで、コラボだったりことを最近はしていて、琉球奏曲の、魅力や可能性を広げられたらいいなと思う活動をしております。ありがとうございます。沖縄県立芸術大学っていう大学があって、そこの、私が先輩で後輩になるんですけど、それで卒業後も一緒にね舞台活動したりとか、北斗さんも自分でね舞台を企画したりとかで、幅広く本土のお琴の人だったりとか、いろんなジャンルの人とのセッションも積極的にやっています。はい、で今日は北斗さんが最近発表したって言っていいのかなね、その曲をですねぜひ提供いただいて、ノアさんがね素晴らしいダンサーということもあって、これでできるんじゃないかという形でいただいておりますので、その曲に合わせてフリーでね、フリーはもう多分得意だと思うので、インスピレーションねこうね浮かんだ状態で全然踊っていいと思いますので。ありがとうございます。ありがとうございます。1学期目がすごい拍が、決まってないので、あとは2学章とか3学章ちゃんと拍が決まってるんですけど、すいません、もう変な楽曲でありがとうございます。曲を聴いていただいてちょっと作品作りに励みたいと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。でさっきカジャリ風も踊ったから、なんだろう、体の使い、ゆっくり歩くでもいいし、そういったものも短時間だったけど、ちょっとなんかどっかシーン入れてもいいのかなって思ったりもした。ミックスさせてなんかね。
で聞きたかった。ああ、そうだよね。の、題名が、シールン名、青い竜の舞で、シールン名っていうお名前を武藤さんがつけていて、でなんか竜の存在が沖縄が結構シャーマンって言ってこうなんだろう拝んで神にこうお願いをするみたいな人たちが昔からいてて、でそういう人たちが竜をこう呼んで雨をこう降らせたりとか、なんかそういうイメージをちょっと今回その曲を聴いた時に思ったんですね。で沖縄には昔から勾玉って言ってお守り、琉球王国時代からお守りがあって、それが結構陰陽を表してたりとかするので、ちょうどなんか2人だから、なんかそういった2人のこの沖縄の踊りと、ノアさんがやってる踊りをそれぞれ初めなんか踊ってて、で最後こう溶け込むみたいな感じがその3章のところで表現できると、なんかこの曲に合うのかなって思ったんですけど、ノアさんどうですか？めっちゃいいと思う。よかったです。ノア的に最初思いついたのが、最初は2人映ってたいなと思って、はい。でこの最初歩くやつはい、歩くやつあります。すり足。そういうのを使って、別々やからまだ溶け込むまではいかないですけど、ちょっとすれ違う感じの。なるほど。一回そうですね、流し、なのでこの辺は待ってても、真ん中で待ってる感じ、揺れててもいいと思うんですよ。で僕あるので、から速くなるので、これでなんか今ノアさんがおっしゃったみたいに交差をして、でまた向こうまで行ったら置き換えてこう、ゼララーンでいいですね。ゼララーンでこうなんかまたして。綾野先生のイメージ、こんな感じかしらって言ってました。一応そのさっきねお伝えしたシャーマン、その祈りを捧げる人の雰囲気と、あとは陰陽なので、綾野先生が白と黒っていう、ちょっとイメージ、どうかなっていうお話をくださったので、イメージは竜っていうふうに思ってもらうとやりやすいかもしれないですね。なんかこんな感じ構成とかだけ決めて、でいいんじゃないかなと思います。なので私の先輩がやってるお店がちょっとあって、ちょっと聞いてみますので、多分大丈夫だと思います。ありがとうございます。またよろしくお願いします。いただきます。パッションフルーツです。かわいい。なるほど。琉球舞踊っていう踊りは琉球王国時代の、踊りを、今みんなが受け継いで踊っているって感じなんですけど、もともとは、一般庶民はまず見れないし踊れないなので、ちょっとこう、位の高い人たちが中国からのこの、殺法師って言われる、来客をおもてなしするための踊りとして踊られていたので、言ったら、公務員さんで役職がある人
で踊り奉行って言われてる人たちが踊って沖縄ウェルカムみたいな、琉球王国ウェルカムって言って踊りをお見せしておもてなしをしていたっていうのがまあ始まりなんですけど、結局その琉球王国時代崩壊、解体みたいになった時に、まあ、一般庶民もこう降りて、一般庶民にも踊りが降りてきて、でも結局その宮廷っていう場所で踊られている、まあ、ものなので、まあ、位の高いちょっとこうしっとりとした踊りが多かったので、もうちょっとこの庶民の生活を踊りで表現できないかっていうスタイルができたのが、まあ、象踊りって言われるんですけども、象踊りができた。で、宮廷で踊られてたのは古典舞踊っていう名前が付けられていて、で今やっぱ現代でもこの踊りをみんなにこう伝えていきたいっていう思いがみんなあるので、それを創作舞踊として大体3つでジャンル分けされて踊られてます。もう古典舞踊から象踊りから全部ですね、創作も全部含めて、昨日たまたま、綾野先生が作った、まあ、組踊りっていうまた琉球舞踊と別でセリフが入った、まあ、ミュージカルみたいなイメージがあって、それをちょっともうちょっと硬くした感じの、まあ、組踊りっていうのがあるんですけど、それが今世界ユネスコ文化遺産になっていて、綾野先生がその作った作品があって、それを、まあ、伝えていたり踊りもやっていたりみたいな感じですね。まあ、ただ綾野先生女の先生なので、もともと男の人しか踊れなかったんですよ。で今もその、まあ、名残があって、今日、踊りを稽古した国立では研修生っていうのがいるんですけど、研修生は男のみなんですね。なので北斗さんとかはもうその研修生の一人だったんですけども、大体もう研修生は男の人のみで、舞台立つのも基本的に男の人からこうオファーがかかるので、やっぱり女の方の踊り手の皆さんも、踊る場所を作るために、綾野先生たちは雌花の会って言って自分たちで女性だけで、いろんなことができるようにって会を立ち上げてやってたりしてます。すり足ですね。あれは古典からですよ。そうですね、もう古典からですね。古典から来てます。象踊りではああいう足の使い方はしないので、基本的に。もともとはもうこういうちょっと歌舞伎まではいかないんですけど、ああいうゆっくりとした表現みたいな、あの辺とつながってる感じ、雰囲気としてはずっと継承されてます。はい。このちょうどね、1970年に日本が復帰したので、そこから前に遡った組踊りが1719年になってます。おばあちゃんが舞踊をやってて、でそれを見て、やりたいって言って小学校の3年生ぐらいかなから、はい、やり始めた感じ。でもなんかもうね、紆余曲折なるので、おばあちゃんぐらいの年齢で一回ちょっとフェードアウトして、でまた何かやってみたいなコンクールでさ、もう言ったら登竜門みたいな、ダンスで言ったらコンテストの登竜門みたいなイメージ。このでも資格としてあるので、新人優秀で最高っていう賞を取れたら、また師範とか教師とかの資格を取れるようになるので、この今言ったコンクールで新人優秀最高っていうのを取っとかないと先生になれないみたいなっていうのはあります。資格、一つの資格ですね。一人だけなんですか？一人です。同じ曲をみんな課題曲でもらって、それを一人で踊る感じです。で、一回でも間違ったらもうアウトなんですよ。型があるので、ちゃんとこういうふうに踊ってくださいって型があるので、それを間違ったらもうそこで合格になります。なので頭が真っ白な状態でも踊れるぐらいまで踊り込まないといけないっていうのはあります。1年に1回1人だけが。みんな全然受けたいですって言えば受けれます。受かる人は？受かる人だから別になんか制限はないです。何人までとかはないので、はい、そうですね、クリアすれば。次が、優秀最高で、またすぐ翌年に受けれるわけじゃなくて、3年だったかな、3年空けないと受けれないんですよ。だから合格してからまた
踊り込んでまた受けれるみたいな。めっちゃあります。もうめちゃめちゃある。なんか派生してみたいな。結局その最高まで行って教師師範の免許を取ったら自分で道場を開けるので、そしたらそこで何々会って自分でつけるんですよ。看板を持つみたいな、道場の看板を持つので、そこからまたこうなんかこう派生していく。そこの生徒さんがついて、そうついて、でまたそこからね先生がまたね出たらそこから何々会みたいなのができるから、もうこういう感じですね。ゴーヤチャンプルいただきます。あれ苦手かもしれない。あ、美味しい。苦手かもしれない。ゴーヤ苦手でしょうか。思ったより苦くなかった。これは何ですか？これはそうめんチャンプル、そうみんチャンプルみたいな言い方をするんですけど、そうめんチャンプルって混ぜる炒め物みたいなニュアンスがあるので、よかったら沖縄のシーチキンよく使うんですよ。シーチキン。シーチキンが入ってるんです。シーチキン料理めっちゃ好きです私。そうみんでした。そうみんチャンプル。そうみんチャンプルいただきます。どう？美味しいです。沖縄の方言で美味しいマーサンって言います。マーサン。なんて言うんだっけ？トゥルでした。トゥル。むくじ。むくじってお芋さんのことです。あんまりここまでトゥルトゥルにしまなかなか。どこ？プルプットゥルです。いただきます。不思議ですか？不思議。あ、美味しいです。美味しいいただきました。吉郎です。お願いします。絆の道の吉郎です。よろしくお願いします。お願いします。三振。ね、本当に思ったの。あれ本当じゃないと思って。本当じゃないのめっちゃいい音出る。ドファードになってて。ドファードこの辺を押したりですね。この丸がついてるところでドレミファソラシド。ありがとうございます。ありがとうございます。見てないね。じゃあ本番はちょっと違うんだ。はい。でもなんかそれぞれなんかイメージをある程度で決めといて、でもう明日こんな感じっていうのを最終的にちょっと打ち合わせをしながらやってもいいのかなと思います。そのままこっちに2人ですれ違い、そんな感じで歩いていって。この辺くらいのその盛り上がってくるところでちょっと出てきて、ちゃんで2人のなんか掛け合いが始まるぐらいがいいかもしれないですね。いいかも。そしたら最後作りやすいかもしれないですね。OK。じゃあそんなイメージで。はい。なんか
まさかのプロのジャズピアニストがいらっしゃるらしくて、沖縄のこの綾野先生が所属しているちむどんどんっていうちょっと有名になったなんか楽隊みたいなのがいらっしゃるんですけど、その方々と一緒にニューヨーク行って演奏されたりしているもうプロのピアニストさんが今日たまたま聞いてて、でしかも後でその吉野先輩のバーで弾いてくれるっていう話をしてて、もう一緒に行って踊ったらどうかと。女性栄心さんって言いましたよ。ニューヨークの飲みながら。ありがとうございました。明日お願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとう。またね。お疲れ様です。こんな方々が。どうでした？めっちゃ美味しかったです。美味しかった。チュラミでした。そうめん。そうみんチャンプルー。そうみんチャンプルー。めっちゃ美味しかったです。だからなんか急にジャズピアニストセッション。どうやった？最高です。楽しかった。なんかこうやって生歌で踊ってセッションするのが初めてだったんで、なんかやってみたいなと思ったんですよ。本当の生歌
中で向こうがどういう音で弾いてくるかわからない中で一緒に何か通じ合いながらできたのがめっちゃ楽しかったピアノやばかったでどこみたいなありがとうございます。そうですね、今日ですね、野瀬慎さんを交えてですね、いろいろパフォーマンスいただき本当にありがとうございます。ちょっと紹介したい。じゃあ今日ダンスでですね、パフォーマンスでですね、ちょっとありがとうございます。じゃあ、一言お願いします。最高でしたノアですエネイズムっていうチームで活動していますナイスコラボでした。ありがとうございました。ありがとうございます。早くなった時にできないよ早くなった時にできるのがやっぱりそうやっぱり世界一はそうねありがとうございましたはいじゃあまた今後ともよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたとちょっと話していけそう明日はいいけると思います頭の中でだいぶ整理できた帰って一回動画見て頭に入れて明日バッタリしていける発表会とかでも5分ぐらいなの8分はあんまりないけどソロ回しとかがあるんで、まだ踊りっぱなしではないかな、もうちょっといろいろ学んでみたかったり他の感じとかも昔からずっと続いてるってなんか信じられないですよね昔の人もこれやってるなんか明日のフリーダンスには琉球習ったことなんか取り入れんの軸をそんなに動かさないのが基本って言ったんでをキープにしたままどう自分のフリーをそこに加えられるか、自分の試しでもあります、動きのなんとなくはところどころ決まってます。ここの音はこういう感じがいいなとかいうのはなんとなくは浮かんでる。じゃあおやすみなさい。おやすみなさいに来ました。ありがとうございました。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。よく眠れましたか？はい、寝ました。昨日何時ぐらいに寝たんでしたっけ？昨日は1時半ぐらいに寝ました。動画を見て昨日の確認をしてまもなく斜め右方向バッチリですか？その先60メートル右方向です。不安はそんなにないね。ちいさんとまた会って大体確認したらできるかなと頑張ります。マシャーってなる。おお。裸足やったら危ないな。
段着物着る？着ないで、浴衣は？浴衣も着ないよ。仮で。ちょっと後で直してもらおう先生。結局来たら距離は揃えて、でトントンあでこれで回ろうかなみたいな。で一回振ってで。おー。
いかがでしたか？楽しかったですね。こうやってゲーム出し合い、一つのメインをですね、踊らせていただけれた。ありがとうございます。こちらこそ。お疲れ様でした。お疲れ様です。最初来た時にまずお昼ご飯食べに行って海行ってみたいな感じで、あ、なんかこんな感じなんかなって自分の中で思っとって、沖縄舞踊をノックしに行くことになって、でまさかそっから8分の曲を提供していただいて、基礎しか習ってない状態で一緒にそれを絡めて作品作るのが楽しかったです。シンプルにからの夜があんなに生のピアノとサックスで決まってない楽譜の中でピアノも弾いてて、あんなにつかみにくい音で踊るのは初めてで、楽しいの一言です。ありがとうございます。いや、もう全員最高に素敵な方々でした。また機会があれば一緒にセッションしたり、めっちゃいいって言ってくれたり、一緒に作品を作ったりする中でいろいろ自分の意見も聞いてくれて、自分自身も新しい発見ができた感謝でいっぱいです。ありがとうございます。